お世話になっております。マサルです。今回はブートプロセスについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。Linux 101試験ではブートプロセスが試験範囲に含まれています。ブートプロセスを学ぶことはシステムの基礎理解、トラブル対応力の向上、そしてセキュリティ対策の理解につながります。先に結論です。ブートプロセスとは Linux が起動するまでの流れのことを言います。そしてブートプロセスは大きく6つの流れで構成されています。それぞれの流れで何がどんな役割をしているのか見ていきましょう。まずは最初の項目、電源投入です。電源投入は言葉の通りです。物理マシンであれば電源ボタンを押すことで電源投入をします。仮想マシンであれば起動ボタンをクリックすることで電源投入がされます。私たち人間からすると電源ボタンを押した後にしばらく読み込み時間が発生してログイン画面が表示されますよね。ログイン画面の前のこの読み込み時間の中ではブートプロセスの流れに沿ってマシン内部でいろんな処理が行われています。ブートプロセスでどんな処理が行われているのか、一つずつ続きを見ていきましょう。電源投入をした後の項目はファームウェアの項目です。ファームウェアとはハードウェアを制御するソフトウェアのことを言います。ハードウェアというのはキーボードとかマウスとかスピーカーなどがハードウェアに該当します。それらのハードウェアを認識して制御するのがファームウェアの役割です。先ほどお伝えしたように電源投入をしたら最初に起動するのはファームウェアです。なので起動ボタンはファームウェアを起こすためのスイッチと思っても良いかもしれませんね。電源ボタンを押してファームウェアを起動させます。ファームウェアはハードウェアの最低限の確認を行います。ハードウェアの確認ができたら次にファームウェアはブートローダーを起動させます。ファームウェアに BIOS UEFI と書かれています。これは両方ともファームウェアの名前です。BIOS は昔利用されていたファームウェアです。最近は BIOS の後継で使い勝手が良くなっている UEFI がファームウェアとして利用されることが多くなっています。ファームウェアといえば昔は BIOS、最近は UEFI が利用されているということも覚えておきましょう。では話をブートプロセスに戻してブートローダーについて見ていきます。ファームウェアがハードウェアのチェックをしたらブートローダーを起動させます。ブートローダーの役割はカーネルを使えるように準備することです。カーネルとは OS のコアとなる部分です。環境によって一つのマシンの中に複数のカーネルが存在することがあります。この時ブートローダーは対象のカーネルを選択して利用できるように準備します。ブートローダーの役割は対象のカーネルを使えるように準備するということを覚えておきましょう。ブートローダーがカーネルの準備をしたら次はカーネルが起動してきます。ブートローダーによって起動されたカーネルが次に何をするのか見ていきましょう。繰り返しになりますが、カーネルとは OS のコアになる部分です。会社でいうと社長と言われたり、車でいうとエンジンと例えられたりします。カーネルはあくまでも OS のコアとなる部分なので、それだけでは OS としての役割を十分に果たすことができません。そこで OS として役割を果たせるように準備を始めていきます。カーネルはいろんな準備をするのですが、代表的なものがメモリの初期化です。メモリとはコンピューターが計算処理をするために使う作業机のようなものです。コンピューターが計算するときにはメモリに情報を読み込んで計算処理を行います。メモリに情報を読み込むために一旦メモリを初期化してきれいな状態にするのがカーネルの役割の一つです。我々人間を例にしてイメージしても分かりやすいですよね。
机の上をきれいにしないと作業をすることはできません。なので作業前に机の上を整理したりしますよね。カーネルも同じようにこれから作業するためにメモリを一旦きれいな状態に初期化します。カーネルがメモリを初期化したり、その他のもろもろの準備を整えたら、カーネルはシステム D を起動させます。ではカーネルが起動したシステム D がどのような役割を果たすのか見ていきましょう。システム D は各種サービスの起動をします。ユーザーが利用するための最低限の機能を起動させたり、ユーザーの設定に応じて利用したい機能を自動で起動させたりします。例えばユーザーがログインするための画面を出す機能を起動させたり、ウェブサーバーとして利用したい場合は自動でウェブサーバーの機能を起動させたりすることができます。システム D が必要なサービスをどんどん立ち上げていくというわけですね。参考までに PS3 コマンドの実行結果をご覧ください。 PS3 コマンドというのはどのプロセスがどのプロセスを実行したのか、それを親子関係で表示するためのコマンドです。今回の実行結果を見ると、システム D というプロセスが黄色い枠の中のいろんなプロセスを起動したということが分かりますね。システム D がマシンを利用するために必要な機能を実行してくれています。必要な機能が実行されたら起動完了ということになります。起動完了後はログイン画面が表示されて、ユーザーがログインしてくるのを待つことになります。以上、ブートプロセスのお話でした。それでは今回の話をまとめていきましょう。今回はブートプロセスについて一緒に勉強しました。ブートプロセスとは Linux が起動するまでの流れのことです。電源を投入した後にログイン画面が表示されるまでに Linux はブートプロセスの流れを経て起動します。具体的な流れとしては、最初に電源投入です。電源ボタンを押して最初に起動するのは皆さん何だったか覚えてますか？ファームウェアでしたね。ファームウェアがハードウェアの最低限の確認を行います。昔使われていたファームウェアが BIOS、現在の種類は UEFI という話もしましたね。ファームウェアが起動した後、次に起動するのはブートローダーです。ブートローダーの役割、皆さん覚えてますか？ブートローダーの役割はカーネルを使えるように準備することでしたね。環境によっては一つのマシンの中に複数カーネルが存在することもあるので、ブートローダーは対象のカーネルを選択して利用できるように準備します。ブートローダーがカーネルの準備をしたら、次はカーネルの出番です。カーネルは OS のコアとなる部分でしたね。カーネルはこれから作業できるようにメモリの初期化などを行います。メモリの初期化などを行い準備ができたら、各種サービスを自動で起動するためのプロセスを起動するのですが、各種サービスを起動させるためのプロセス、皆さん名前覚えてますか？そのプロセスの名前はシステム D でしたね。システム D が各種サービスを起動させることで、最低限必要な機能を起動させることができたり、ユーザーが自動起動してほしい機能を起動させたりすることができます。システム D が各種サービスを起動させたら、ログイン画面が表示されてブートプロセスが終了します。ブートプロセスは試験でもよく出題されます。順番を丸暗記するのは大変だと思うので、今お話しした流れを参考にしていただいて、何がどんな役割をしているのかイメージして覚えてみてくださいね。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では、成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方は、お気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加できます。現在は100名以上の方がオンラインコミュニティに登録してくれていて、毎日いろんな交流が生まれています。初学者の方、学生さんも参加大歓迎です。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後におまけトークです。
今回はブートプロセスについてお話ししました。ブートプロセスを学ぶと基本的なシステム構成を理解できるようになったり、うまく起動しない時のトラブルシュートができるとお伝えしましたが、マシンに対して感謝の気持ちを持てるようになるというのもメリットだと思います。今回ブートプロセスを学んで電源投入ボタンを押した後、マシンの内部では私たちユーザーを迎えるためにいろんな機能が連携して一生懸命準備してくれることが想像できるようになったと思います。マシンが起動するまでに時間がかかってしまうとどうしてもイライラしそうですが、内部では頑張ってくれているんだなと思うと優しい気持ちで待つことができそうですよね。マシン内部で頑張っているプロセスさん、いつもありがとうございます。そしておまけ動画まで見てくださった皆さんも最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。